はい、GD ワインの服部です。よろしくお願いいたします。今日はね、イタリアワイン講座の第2回目ということで、ワインガイドについて少しお話ししたいと思います。イタリアのね、ワインを選ぶのに、どんなガイドがね、皆様にとってね、便利なのかっていったところを中心に説明します。はい、それではね、ワインガイドどんなのがね、役に立つのかっていったところなんですけど、皆様がね、よく耳にするのはもしかしたらワインアドボケイト。これはね、ロバート・パーカーが作ったもので、それとね、ワインスペクテーターですね。で、これ両方とも得点でね、ワインを評価してますね。WA、WS って言い方をしますけれども、これはね、実はね、イタリアのね、中ではあまりこれ使われてないというか、評価の対象にはしない傾向があると思いますね。どちらかというと、イタリア国内のね、評価誌ということで、まずね、左側にあるのがビーニイタリア。これガンペロロッソが出しているワインの評価誌なんですけれども、これがおそらくね、一番有名ですね。他にはビロネッリとか、その他にもたくさんあるんですけれども、やはりね、ワイン生産者が一番気にするのはこのガンベロロッソの評価になりますね。で、このガンベロロッソの評価の方法は、星ではなくって、ビッキエーリって言い方してるの。ビッキエーリというのはグラスですね。で、一番上が3つのビッキエーリということで、トレビッキエーリって言います。2つのグラスのドゥエビッキエーリと、ただのビッキエールということで、3、2、1っていう評価があります。ここをね、まず見ていきたいんですけれども、じゃあ日本でね、手に入るかっていうとこなんですけど、前はね、書店とかで売ってたんですけど、今はね、ちょっと見る限りね、なかなか見つからないです。このビーニイタリアっていうのは、毎年大きなね、ワインのね、博覧会みたいなものをやるんですけれども、ここにね、様々な業者がね、ワイン業者が集まって、インポーター含めてですね、販売業者含めて来るんですが、イタリアではね、ベローナで毎年やってますね。で、日本においても毎年来てます。このコロナの前はね、六本木に最後来てたと思うんですけれども、私も行かせていただいたんですけれども、その六本木に行った時に、このガンベルロスの日本語版がここでしか買えませんって言っていたので、おそらく普通には買えないかなと。ただね、日本語で買う必要はあまりないです。このビーンイタリアについて、見方についてね、少しお話ししたいんですけれども、この次からですね、お話ししますね。日本語で買う必要なくって、日本語版だと高いですしね、英語版もしくはイタリア版というところであれば、いつでもウェブで手に入りますので、ぜひね、参考にしていただければなと思いますけれども、これね、ビーニイタリアのですね、表紙というか、なりますけれども、これ私のなのでちょっと古いですね、2019年のものですけれども、ここにね、サマリーが書いてあります。まずね、2530って数字ですけれども、これはね、生産者ですね。プロデュクトリということで生産者。それから22,100というのが評価したワインの数ということであります。それから最高評価のトレビッケーリは3つあってですね、1つ目が447の数がありますね。トレビッケーリ。で、もう1つが102のトレビッケーリ。それから92のトレビッケーリってあるんですけども、一番上はね、通常のトレビッケーリの数ですね。で、102っていうのは、ベルディっていうのがね、これ緑って意味なんですけれども、これはいわゆる自然派のワイナリーですね。こちらが102個ありましたよと。あと92はね、これ実はね、コスパがいいということになります。これね、ソットイクインディチエーロとかあるんですけれども、15ユーロ以下の、トレビッケーリっていう意味ですね。これ大体トレビッケーリの数がわかります。いくつかポイントがあるんですけれども、最初の方にね、年間最優秀ワインというのが並んでいます。ミリオリビーニデランノですね。赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン、甘口ワイン、ロゼワインの一番良かったよっていうワインがこの最初に載っています。なんとなくロッソとかビアンコ赤白ですよね。で、その下の2つドルチェ甘いですね。甘口ですよね。ロザートってあるんですけども、ボリッチーニっていうのがね、ボリッチーネっていうのはあまり聞かれないかもしれないですけど、これ泡っていう意味なんですね。ですからスパークリングワイン、スプマンテのことですね。こちらになります。これでトップのワインがわかるっていうね、これ見やすいものになります。基本的にはですね、その次ぐらいにですね、先ほどのトレピッケールの数があったと思うんですけれども、それがね、各週ごとにね、書いてあります。
一番最初に来るのがバルレ・ダオスタっていう地域なんですけれども、こちらのワイン名とワイナリー名とどこに記載しているのかってわかるので、例えばこのページの中でトスカーナ州でどんなものがあるのって言ったらトスカーナ州を見ていただければ、もうこのページだけでね、トレビッケーリの概要が分かってしまいますというところですね。あとね、ヴィンテージチャートもね、ついてます。結構細かくついています。で、この2019年度版、私が持ってるやつは、95年から2017まであって、これ見ると、最初にアルタ・アディジェが出てくるんですけれども、ビアンコって書いて白ワインですね。この瓶なんですけど、1本から5本まであります。5本が一番よくって、1番が一番悪いというか良くないっていう風に見ていただければと思いますので、例えば我々のね、よく扱っている振り売りの種のものに関しても、振り売りのビアンコっていう形でちゃんと出てますので、それで確認はできます。あとね、このビニタリアのですね、本の構成がですね、州ですね、何々州っていうね、州ごとに分かれているので、ちょっと見にくいんですね。なので、ワイナリーのね、アルファベットで調べたいときは、端末の方にアルファベット順で弾けるようになってます。ただちょっとコツが必要になります。例えば、この大きくなってるところ、上がね、マルコ・カルピネーティって書いてあって、次、イル・カルピノってある。これ C なんですね。で、マルコっていうのは名前の方なので、名字の方で弾くと。イル・カルピノとか、その次のラ・カライアっていうのは、これイルとかラっていうのはですね、定冠詞、つまりザなんですね。なので、これも含まないと。で、次がまたテヌータっていうの。これテヌータっていうのは、これワイナリーの総称なんですね。他にもファットリアとかあるんですけど、こういったものは、省きますというふうに考えますと。ただ、そんなこと覚えてられないじゃないですか。なので、イルカルピノだったら I で弾いたら、なければ C で弾くとかね。そういうやり方で弾いていただければなれると思います。でね、これ実際に飛んでみたページですね。上の方の部分の写真なんですけど、これカルピノですけれども、ワイナリーの記載があって、その後住所ですね。で、そのね、赤い字のところがちょっと見えにくいので、右に書き出してます。ベンディータ・ディレッタですね。直接買えますかといったところで、行けば買えますよといったところはこういうふうに書いてます。それから次、ビジタス・プレノタッチオーネ。プレノタッチオーネっていうのは、予約とかって意味なんですけれども、予約したら見学可能です。見学可否がここに書いてある。で次が、プロデツィオネ・アンニュータ、年間の生産量ですね。カルピの場合はこの年は7万本というふうに書いてあります。で、その下がエッターリ・ビターティなので、これエッタールってヘクタールのことですね。栽培面積がここに記載があります。ですので、もしかしたら英語版の方が分かりやすいかもしれないですね。英語版であれば大体、この辺り分かるかなと。この赤いやつの下にね、ワイナリーの概要みたいなのが書いてあります。でね、先ほどのページの下の方に評価されたワイン情報があります。ちょっと見にくいんですけど、一番左にね、白い丸と黒ポチがあるんですけど、白はね、白ワインのことです。で、黒になってるのは赤ワインなので、白ワインか赤ワインか分かりますというところですね。で、その横がですね、ワイン名とヴィンテージが書いてあります。これでも分かりやすいなと。で、その右側にね、グラスがあると思うんですけれども、ここが、1から3までありますね。トレビッキエリと、それから2つのグラスと1つのグラスということで、ここに大体こう記載してあります。ですね、色。これね、よく見ていただくと、その赤色とか黒色っていうのがあるんですけど、これ赤っていうのは、そのクラスの中ですごくいいよっていうやつですね。だから、トレビッキエール最高評価でもうめちゃくちゃそれより、その中でもいいやつっていうのは赤であります。ちょっと良かったなっていうのは黒で記載があります。普通っていうのは白って普通っていうかね、通常の評価が、こういった色が塗ってないっていうのがグラスの評価ですね。あとね、そのグラスにね、数字がね、ついてます。ちょっと見にくいですけれども、カルピノを見ると、55452253って書いてあるんですけど、これはね、値段です。大体の市場価格になっていて、1からね、4まではね、5ユーロ単位でいきます。ですから、1は5ユーロ、2は10ユーロまで、5から10。3がそこから上なんで15までですね。で4が20まで。
なので、その後は10になって、10ずつ上がってきます。30ル、40ル、50ル以上みたいな。そんな感じで上がっていくんですけど、例えば上からね、5つ目、これも見にくいですけど、これ3つグラスがあって、この横に2って書いてあって、アスタリスクマークがついてます。で、これアスタリスクマークっていうのはコスパがいいってことですね。先ほど言いましたように、2っていうのは10ユーロ以下ってことですね。だから10ユーロ以下で、トレビッキエールを取ってるってことで、このアスタリスクマークがついてるっていうような感じになります。ここでもね、コスパが良くて評価がいいっていうのも判断ができますね。で、最後はちょっと参考程度にですね、イルカルピノもそうですし、大体優秀なワイナリーというのは、基本的にはビーニイタリアのね、評価を受けるということが多いです。トレビッキエーリ、それからドゥエビッキエーリという形で、記載がありますけれども、これぐらいのね、ワイン出します。ただ評価はね、なんていうんですかね、そのワイナリーがどんだけサンプルを送りまくるかっていうのもかかってくるんで、なんとも言えないですけど、ただ、先ほども言いましたように、このやっぱりガンベルロッソのね、このビーニイタリアっていうのは、イタリアの国内ではもうこれバイブルみたいなものなので、ここで評価されるっていうのは、生産者にとってはね、名誉なことです。あと、イルカアルピの、有名なところ、ビロネッリ、先ほど言ったビロネッリですね。最高賞のものと、あとね、ワインアドボケイトにも出しています。ただ、こういったアドボケイトを出すっていうのはお金がかかるんで、すべてね、これにサンプルを送るってのはなかなかしないのと、普通に出せば90点以上取れちゃうっていったところなんですけど、あまりこれは参考程度にということだと思います。で、今日ね、ワインガイドの評価の話をしましたけども、特にね、ビニイタリア、ガンベロロッソのものっていうのは非常に役に立ちます。はい、今日はね、これで終わりますけれども、ぜひね、先ほどのビーニイタリアというね、ガンベロロッソが発行しているワイン評価ガイド、見ていただければと思います。Google とかでね、日本語でやれば、そこの何がトレビッケールだったのかっていうのは、意外とね、日本語で見れますので、それでも構わないんですけれども、一冊あるとね、結構いろんなものを見ることができますし、楽しめますので、参考にしていただければと思います。失礼いたします。